пролетарии всех стран, извинитесь.バーチャル革命家のネリーです。今日は同志の皆さんに謝らなければいけないことがあります。本当はこのままではダメだと思っていました。ずっと言わなければいけないと思っていました。私、バーチャル革命家ネリーは、ごめんなさい。ちょっと心の準備する。落ち着けネリー。深呼吸、深呼吸。すみません、お待たせしました。同志の皆さん、すみませんでした。私、バーチャル革命家ネリーは、この3ヶ月間、ロシア語の勉強をサボっていました。最近ロシア人の登録者が増えてね、ロシア語のコメントももらえるようになってね、ネリーはとっても嬉しかったんです。で、ちょくちょく返信してるんですけど、ロシア語話せる方ならわかると思うんですけど、ネリーは自動翻訳使って返信してるんですよ。そのことを隠してるつもりはないし、聞かれたら自動翻訳使ってるとは言ってるんですけど、どうも一部でネリーがロシア語できるキャラだと思われているところがあって、例えばロシア人からリプ来た人に、これって何て言ってるのって聞かれたり、ロシア語の文が出てきた時に、どうしネリーならわかるかもって言われることがあったりして、あれなんか、ネリーロシア語できるキャラだと思われてる？いやー、誤解だ。このままだとやばい。何がやばいかよくわからないけど、多分何かがやばいって気がしたんです。ネリーはロシアに住んでたことがあるって言ったんですけど、これは本当です。ネリーは5歳から10歳までをロシアで過ごしました。でもそこで通ってたのがロシアの学校ではなくて、インターナショナルスクールだったんですよね。だからロシアに住んでたのに身についたのがロシア語じゃなくて英語だったんですよ。So I can speak English, но я не могу говорить по-русски。でもロシア語の授業っていうのもね、ロシア人の先生がやってくれるのが週2回あったんですよ。でも授業は英語だし、ロシア語話せなくても生きていけるしで、結局身につきませんでした。英語はね、学校に日本人がネリー一人で、英語話せないと死ぬしかないので、必死で頑張って話せるようになりました。もはやサバイバルだよね。ネリーの英語力はサバイバルで身につけたんですよ。でもロシア語は学校で話すのに必要ないし、街に出かけるときはママがロシア語を話してくれるしで、サバイバルのためにロシア語を覚える必要はなかったんです。だからネリーはロシア語を真面目に勉強しませんでした。今それはすごく後悔してるんですけどね。ちなみにネリーのママは日本人です。それでネリーはロシア語が喋れないので、ロシア語聞いてたらちょっとだけわかるところもあるんですけど、でも基本的には喋れないので勉強しようと思ったんです。それで3月4月には、こんな学習計画を出してね、勉強するぞって意気込んでたんですよ。でもね、この学習計画もうずっとここで止まってますね。なんかさ、単語帳を作るのがめんどくさくて。単語帳を作るのって非効率的で、なんかやる気起きなかったんですよ。だって単語帳ってなんか順番で覚えちゃうじゃん。アナナースの次はアペリシンだったなみたいな覚え方しちゃうじゃん。それでね、単語を覚えるためのアプリを入れてみたんです。そのアプリは単語シャッフルの他に4択クイズや虫食いクイズや絵を見て単語を当てるクイズもあってすごく良かったんですけど、なぜかね、その単語のチョイスがおかしかったんだよね。例えば初級の単語では感情を表す言葉がスミヤッツァとグルスニーとシャスリーバヤとプラーカッチの4つしかないのに、体の部分を表す言葉はグルトナヤとかロブナヤとかミチエプスとかレブローとかパスワノチニクとかヌシニャヤチルスチみたいにめちゃくちゃあったり、いやおかしいよね絶対。ネリーはテキストに出てきた単語を自分で登録して単語帳をカスタマイズしたかったんです。でそれでちょっとやる気がなくなっちゃって、動画を作ったりモデルを手直ししたりが忙しかったのもあって、ロシア語の勉強をずっとサボってました。でも最近ネリーは別のアプリを見つけたんです。それがこれ Wordholic。 これは本当にね、単語帳をアプリにした感じのアプリです。機能はシンプルなんですけど、Excel からデータを取り込んだり読み上げ機能がついていたりしてとても便利なんですよ。ネリーはこんな感じで使っています。フォルダをいくらでも作れるのもすごく便利です。今はテキストに出てきた単語を登録してるだけなんですけど、自分の動画に出てきた単語やコメントでよく見る単語のフォルダも、そのうち作っていきたいなと思ってます。というわけで、これからネリーは少しずつロシア語の勉強をまたしていきたいと思っています。最後にネリーの今のロシア語力を言っておくと、
Я могу понимать простые слова и предложения. Но я не умею говорить.合ってる？これぐらいのロシア語はギリ喋れます。でもこれが限界です。動画のコメントは自動翻訳を使うので、今まで通りロシア語でも全然大丈夫です。でも配信の時は、プリビエートみたいなめちゃくちゃ簡単なロシア語しか拾えないと思います。これからロシア語を勉強していって話せるようになっていきたいです。1年後にどれくらい話せるようになっているかを楽しみにしててくださいね。バーチャル革命家のネリーでした。それじゃあまたね。パカパカー。